今日はえのきつくねを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はえのきつくねを作りたいと思います。はい、ということで今回はえのきがたっぷり入ったシャキシャキで美味しいつくねを作っていきたいと思います。さらに今回のつくねは冷めてもふわふわで美味しく召し上がっていただけます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにつくねの材料からご紹介していきます。材料はこちらです。えのき、鶏ひき肉、長ネギ、片栗粉、マヨネーズ、お砂糖、料理酒、おろし生姜、ごま油、そして焼く時にサラダ油を使います。つくねはこちらの材料で作っていきます。まずえのきなんですけれども、1パックですね、200g 使っていきます。そして鶏ひき肉ですが、今回はもも肉のひき肉を使っていきます。こちらはもも肉と胸肉がミックスされているものだったり、あとは胸肉のひき肉を使っていただいても OK です。そしてつくねをふわっとするポイントはこちら、マヨネーズです。このマヨネーズを加えることで冷めてもふわふわで美味しいつくねに仕上がります。続いて味付け調味料とあとはトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、料理酒、みりん、お砂糖、白ごま、小ネギ、卵黄、こちらの材料で作っていきます。まず味付けは今回照り焼き味にしていきます。調味料は醤油、料理酒、みりん、お砂糖、こちらの4つで作っていきたいと思います。その他の3つはトッピングで使っていきますので、こちらはお好みで OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まず最初に味付けの調味料を合わせておきます。器にお醤油、そして料理酒、みりん、お砂糖、こちらの4つをよく混ぜます。はい、OK です。お砂糖のシャリという感じがなくなるまでしっかりと混ぜてください。こちらは使うまでこのまま置いておきましょう。それでは続いてつくねの肉種を作っていきます。まずえのきから切っていきます。このおがくつがついてる部分を切り落とします。そしたらですね、えのきはだいたい1センチ幅に切っていきます。はい、このように切ってください。この軸の部分に関しましてはくっついてるので手でほぐしてください。はい、えのきはこれで OK です。軸の部分はこのようにほぐしておいてください。続いて長ネギです。長ネギはみじん切りにしていきます。切り方はやりやすい方法で OK です。はい、長ネギはこれで OK です。それでは肉種の材料を合わせていきます。まずですね、ひき肉だけを軽くこねます。そうするとね、お肉同士がよくくっついて形が崩れにくくなります。じゃあこねます。はい、OK です。そしたらここにえのきを加えます。そして長ネギも入れましょう。具材を入れたらゴムベラで混ぜていきます。手でこねていただいても OK です。はい、OK です。このように混ぜたら片栗粉、お砂糖、料理酒、ごま油、そしておろし生姜、あとはポイントのマヨネーズを加えていきます。そしたらこちらをよく混ぜましょう。はい、肉種の準備はこれで OK です。それではつくねを丸めていきます。食べやすい大きさ、だいたい一口サイズぐらいを取っていただいて、そして丸めます。丸めるときはね、手に薄くサラダ油を塗っていただくと肉種がくっつきにくくなります。では丸めます。厚みをね、だいたい1センチぐらいにしてください。はい、こんな感じです。このように丸めてください。では残りも同じように丸めていきます。はい、丸め終わりました。今回15個できました。こちらはですね、大きさによって変わってくるので目安にしていただけたらと思います。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにサラダ油です。そして火にかけます。油をね、全体に伸ばしましょう。このままだいたい30秒ほど一度温めます。はい、で温めたら一度火を止めます。そしてこちらつくねを置いていきます。やけどしないようにね、注意してください。はい、OK です。このように並べてください。そしたら火にかけます。火加減は弱火です。ここにね、お水を少し垂らしてください。そして蓋をします。このまま焼き色がつくまで蒸し焼きします。火加減はこのぐらいの弱火です。はい、
今3分ほど蒸し焼きしました。そしたら蓋を開けます。そして裏返していきます。こんな感じで美味しそうに焼き色がついてます。ではどんどん裏返していきます。このようにね、フライパンの焼く場所によってね、焼き色がまだのところもあるので、こうやってね、まだ焼き色が薄いところは焼き色が濃い部分とね、場所を入れ替えます。はい、そしたらまた蓋をして、このまま弱火で2分から3分焼いていきます。はい、今ね3分経ちました。蓋を開けます。焼き色一度チェックします。美味しそうに焼き上がってますね。そしたらね、最後作っておいたこちらのタレを回しかけます。加えたら火加減中火にします。そしてタレを絡めながら煮詰めます。はい、 OK です。このようにとろみがついてしっかりと味がなじめば完成です。美味しそうに仕上がりました。それではお皿に盛りたいと思います。はい、これでえのきつくねの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにえのきがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。そして照り焼きの味もしっかりと染み込んでます。最後白ごまと小ネギをトッピングしました。こちらはお好みでかけてみてください。それでは早速いただきたいと思います。では卵黄にたっぷりつけていただきます。えのきのシャキシャキ感が最高ですね。すごく美味しいです。これはね、もうパクパクいけちゃいますね。そしてつくねがとても柔らかいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のえのきつくねのポイントです。まずえのきなんですけれども、おがくずがついてる部分ですね。一番下のヘタの部分は切り落として、あとは1センチ幅に切ってください。軸の部分はくっついてるので、そちらを手で裂いて細かくするようにしてください。そして肉種を作る時のポイントです。今回は肉種の中にマヨネーズを加えました。このマヨネーズを加えることで冷めても柔らかさをキープすることができて、とても美味しく仕上がります。なのでお弁当のおかずにもぴったりかなと思います。そして肉種はひとまとまりになるようによくこねてください。しっかりこねた後はですね、手で丸めるんですけれども、その時に薄くね、手にサラダ油を塗っていただくと肉種がくっつきにくくなります。この丸める時もね、少しきつめにまとめるようにしてください。そして焼く時のポイントです。今回は両面蒸し焼きにしました。両面蒸し焼きにしていただくことでとてもふっくらとした仕上がりになります。あとは作っておいた照り焼きのタレを回しかけていただいて、つくねにしっかりと煮絡めながら加熱していただけたらと思います。今回の分量でいくと15個できたんですけれども、こちらはね、作る大きさによっても変わってくるかなと思いますので、目安にしていただけたらと思います。一度にね、結構たくさんできるので、もし余った時はね、冷凍保存していただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はえのきつくねを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。